皆さん、こんにちは。ジャパニーズソーシャルサービスともみじヘルスケアソサエティの、オンライン講座シリーズへようこそ。今日は和食シェフ直伝ということで、サバの味噌煮を作ろうとお送りしていきたいと思います。今日のゲスト、和食シェフの、井槌俊之さんにお渡ししたいと思います。としさん、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。私はご紹介いただきました井槌俊之と申します。よろしくお願いします。トシと呼んでください。私は2000年に、ワーキングホリデービザを利用してトロントに1年間滞在しました。そこで、日本人の妻と、今の妻と出会いで、香川県出身なんですが、で、ワーホリが終わった後に香川県に一緒に、住むことになりました。そこで、料理の修行をしながらでいつかカナダに戻ってこようという約束をしていたので、2009年に、その間に子供が3人与えられて、家族5人でトロントに移民してきました。そしてもともとこの和食をトロントに広めたいという思いもあったので、現在はこの北米で手に入る食材で作る本格的な和食というコンセプトでYouTube を立ち上げまして、もちろん仕事はレストランで働いているんですが、このコロナ禍の中で僕にできることはないかと思って、昨年から、始めました。そしてこの和食をトロント YouTube を使って世界にね、広めていくという活動を現在させていただいており、今回 JSA さんにお声をかけていただいて、このオンラインクッキングを開催する運びとなりました。このことまず、感謝いたします。お招きいただいて本当にありがとうございます。そして今回多くのたくさんの方が参加してくださっておりますので、本当にそのことも心から感謝しております。ありがとうございます。少しでも分かりやすく、お伝えできればと思っております。本日はサバの味噌煮を作り方を紹介するんですが、今回私特にね、この冷凍のサバですね、このサバをどのように調理したら美味しくできるかということをちょっと実験も兼ねて検証してみたんですね。この冷凍のサバをどのようにしたら、うまく解凍して、このドリップっていうんですが、この、解凍される時に出るこの液体ですね、これドリップと言います。このドリップが、極力少ない方がサバの中のジューシーさが保たれてパサつきがなくなりますので、その方法をねちょっと先週ね検証してみたんですよ。でその動画をちょっと作ってみたので、まずそれをご覧になりながら説明をさせていただきます。共有いたしますね。再生いたします。今回ね、この異なるこの解凍方法によるドリップ流出量の違いということでね、電子レンジ200ワットで3分で1分間を3回しました。裏表裏表と。で、流水でした場合、これを8分で解凍されました。で冷蔵庫に入れた場合、そのまま入れた場合には、4時間で、氷水に入れた場合は1時間半、そして常温で入れた場合は30分で解凍されました。でその時のドリップ量の違いも実際に測りました。で驚くことに氷水で溶かした場合はちょっとしか出なくて、
そして、一番出たのが常温ですね。 9cc、 9倍も違うんですよ。これ自分でも驚いたんですが、ということでこれ1番が氷水で解凍で、冷蔵庫、電子レンジ、流水、常温っていう順ですね。でこう氷水だと 1cc で1度で、常温だとこう25度の中ですると 9cc っていうね。実際にこう0度に近い温度で解凍するとドリップ量が少ないっていうことが判明しました。知っていたんですが、実際に自分でやってみて改めて驚いて、で皆さんにねこう共有をしたいと思って実際に確かめてみました。はい。そしてこの冷凍のサバですね。トロントでねお住まいの方は僕ガラリアでね韓国系のスーパーですね買ったんですが、でこれ真空パックのまま入ったままであれば解凍はしやすいんですが、もしこう開封されていて身のままであればこういうジップロックに入れ直して、そしてよいしょ、サブのね画面の方で見えると思いますが、こういうふうに水の中に、見えますかね。まずジップまで開けてます。で、こういうふうにして袋を 90% ぐらい閉じます。で少しだけ開けときますね。で水に沈めます。で沈めて袋の閉じてる部分も沈めて、こう開いてるところを最後にチャックするよ。そうするとこうピチッとね、わかりますかね。これピチッと空気がなくなりましたよね。これは水の浸透圧を利用してます。ストローをね入れてこう吸ってもいいんですけど、その場合はちょっと魚だとねちょっと嫌ですよね。もう特に生ですから。でその場合はこういう浸透圧を利用してすると空気が抜けます。はい、これでお好みの方法ですね。流水なり常温なり冷蔵庫なりで、僕の一番おすすめなのは氷水に入れて1時間半ですね置いておくとほとんどドリップが出ます。これはぜひ試してみてほしいやり方ですね。はい、そして実際にでこれねすごくいいんですよ。骨がねこれついてないんですよ。なのですごい扱いやすかったんですね。で今日は骨の取り方もお教えしようと思って生のねサバを買ってきました。これタローズフィッシュさんっていうね鮮魚をね売っている魚屋があるんですが、そこで買ってきました。さっき買ってきたんですよ、ね、でこれを骨の取り方をね説明してきますね。でこれ僕ペティナイフですが、ね、こういう柳葉包丁っていう先の長い包丁ですね。これするとやりやすいんですが、ない方もねいらっしゃると思うんで、このペティナイフを使ってやってみたいと思います。はい、ここに、腹骨ですね入ってます。こういうふうに入ってます。でこれをすき取ります。包丁の先っぽをこう入れて、見えるかな、こういうふうに入れていきます。そうするとここが外れますね。そしたら今度はここはすきます。
包丁のね、ここからここまでをうまくこういうふうに突き取っていきます。ですね。こういうふうに。あまりギコすると身が崩れて見た目も悪くなるので、なるべく回数を少ない。今2回目ですね。こういうふうに最後ここをちょっと落とします。こんな感じですね。これで取れました。そして、この中骨がねあるんですね。これを、レストランだと骨抜きっていうね、ピンセットのね分厚いやつで、これ骨抜きですね。これで取っていけばいいんですが、こういうふうにね、でもない方もねいらっしゃると思うので、今回はこの包丁で取り方をお伝えします。骨はここ最後までは入ってないです。手で触ると分かります。骨の感じがするところ、ここまでからここまでですね。取ります。V の字に入れます。反対側。あまりやりすぎると身がね取れすぎてしまうので、そして皮と身のギリギリのとこまで持ってきます。この皮の下まで行くと皮がね切れてしまいますからね。これは実際やってみて感覚をつかんでくださいね。そしてこうやってわかりますか？ここに取ります。きれいに取れましたね。ここに少し残ってるので、よいしょ、取れました。これが中骨、ね、これきれいに取れました。今練習してみてくださいね。でこっち側もね、やりますね。こう入れて、でこうすきながらして真ん中に包丁を入れ、でここで引っ張って取ります。取りました。もう少し残ってますね。はい。ここで骨が完全なくなりました。サバの大きさによって変えてくださいね。で、そうですね。3等分にしましょうね。これがだったらね。少しこう斜めにね入れてみましょうかね。そうすると身が大きく見えますからね。でやり方はいくつかあります。こうバッテンを入れる方法を
と、これもこっち側でもね切れますね。ちゃんと切り方はいろいろありますからね、やりやすい方でやってみてください。斜めに切ります。3等分に切ります。で、ここで切り込みを入れました。トシさん、隠し包丁はどうして入れるのか説明してもらってもいいですか？はい。で、これは隠し包丁と言いますが、で後ほど、お湯をかけて霜降りと作業しますが、それで臭みを取りますが、その時にこの隠し包丁をしてないと身が反りすぎてしまって身が硬くなってしまいます。あと火が通りやすくなります。切り込みを入れてある分火が入りやすくなります。このようにしてね、ありました。でこれをざるがあればね、ざるにで構わないです。でトレーでもね、平たいトレーでも構いません。であらかじめ、お湯を沸かしておきます。でお湯は100度ではなくて80度から90度ぐらい。90度でも熱すぎますね。80度前後ぐらいがいいと思います。今はい、お湯が沸かしてあります。最初に皮目を入れます。で霜降りというのは霜がね振ったように白っぽくなるので霜降りと。皮が終わったら反対側にします。でこれが熱湯だともう皮がベロンベロンでめくれちゃうんですよ。80度ぐらいですると皮もめくれずにきれいになっています。それで臭みを取ります。表面が凝固されて硬くなるので煮崩れがしにくくなります。そして鍋ですね。なるべく広い鍋がいいです。に入れてきます。ですね。互い違い。あまりこう重なるようにしない方がいいです。重なるとその分調味料が必要になりますから、最低限の調味料で作れるようにできます。ここから調味料ね入れてきますね。そしてその前に入れる野菜をね準備します。でチンゲン菜やネギやほうれん草などね、青み野菜がいいと思います。今回は変わり種としてこのネギをね、使っていきましょう。これはもうあらかじめて湯がいてありますので、塩を入れたお湯に
そうですね、この太さだとこの部分は1分間先に温まったお湯ですね、90度ぐらいのお湯に入れて、塩のお湯に入れて、で残りをこう入れていくっていうのをねします。で合計2分ぐらいですかね、1分半から2分ぐらい湯がいていきます。一緒に入れる、生姜のスライスですね。これきれいにもう洗ってあります。で皮付きで構いません。これがスライスね。そうですね、今回は6枚ぐらいね出ましたかね。で盛り付けを適用に針生姜っていうのを今回ねやってみましょう。生姜を切って皮を剥いて、皮を剥きました。薄くスライスをします。指をして薄くねスライスしていきます。ね、その後にこう千切りにしていきます。でここに入れます。でこのような水にね落として針生姜が針みたいですよね。針生姜と言います。これを最後に盛り付けます。さっきの霜降り用のお湯は多めに沸かしておくとですね、今僕たくさん使いすぎたのでもう一回沸かしてます。お味噌が 60g ですね。これを前半に半分と後半に半分入れます。そして今回はお酒ではなく、通常お酒ですが赤ワインを使います。赤ワインを 90cc、 お伝えしてあるレシピの倍になってます。でメープルシロップ 108g、 で濃い口醤油、ね、60cc、 こちらを用意します。そして先ほどのこの生姜を入れたそばですね、この中にお湯を入れていきます。お湯は 300cc です。沸騰させなくても大丈夫です。
300cc ね、測りますね。で、300cc。のお湯と、メープルシロップ 8g、 そして赤ワイン。普通魚は白だと思いますが、今回は濃い味噌を使いますので、濃い、赤味噌などには赤ワインが合います。で、白い味噌を使う場合は白ワインが合います。そして火にかけます。最初は強火で大丈夫です。これで落とし蓋をしていきます。で、アルミホイル、鍋よりも一回り大きいアルミホイルを用意します。半分味噌を入れておかないといけないですね。はい、味噌半分の量です。を入れます。こういうね、こし網を使うとね、しやすいですから。醤油はまだ入れません。醤油は先に入れてしまうと香りも飛んでしまい、醤油が先に糖分よりも先に入ってしまうので、醤油は後にします。で、そうするともうすぐね沸いてきますからね。メープルシロップを今回使ってます。なぜメープルシロップを使ったのか。通常は砂糖を使います。ですから砂糖には、特に白砂糖には、血糖値をねこう上げてしまうっていうねことがあるので、蜂蜜やメープルシロップで代用することができます。特にメープルシロップは血糖値が上がりにくく、体にもよく栄養価が高いです。で、お子さんにもお年寄りにも優しいと思います。沸いてきましたね。強めの火でね大丈夫です。サバは特に薄いですからすぐに火が入ります。1分半から2分ぐらい煮ればもう十分ですから、強めの火でね大丈夫です。で、このワインのアルコールが飛ぶときに一緒に臭みも飛んでくる。少し火が弱くなります。もうね、ほとんど火が通ってます。少しアクを取ってきましたね。苦味などが
入ってますので取っておきます。ここで最後のお味噌。先に味噌を全部入れてしまうと味噌の香りが全部飛んでしまいますから、前半の味噌は香り付けではなくて味付けの方ですね。でこの最後の味噌は香りを飛ばさないように入れます。そして醤油も入れますが、まず半分だけ入れましょう。味噌によって塩分濃度が違うので味を確かめながら入れていきましょう。ここで一度軽く全体に調味料を行き渡らせて、で味見ましょうね。ほとんど大丈夫ですね。もう少しだけ入れます。これだけでしょう。醤油は、ポイントですね。醤油は一気に全部入れないこと。再度確認します。はい、ちょうどいいですね。これでひと煮立ちさせて、はい、OK です。これで完成です。あっという間にできます。では盛り付けをねしていきましょうね。はい、盛り付けもね、盛り付け方によってまた美味しさの見た目のね、見た目が美しいと美味しさもアップしますからね。お玉にねこのようにのせながら盛り付けていきます。霜降りもきちんとできたので皮がねめくれてませんね。熱湯をかけるとめくれてしまうんですよ。真ん中を高くするように盛り付けるときれいにですね。このネギですね。ネギが湯がいたのがここにあります。前につけて、そして、塩をおろしかけ、そして針生姜。生姜ですね。これをこんな感じですね。天に盛り付けます。はい、これでサバの味噌煮の完成です。
ありがとうございました。ありがとうございます。美味しそうですね。匂いが伝わってこないのが大変残念ですが、ぜひ私たちの想像の中で匂いを持ちたいと思いますけれども、はい。それは僕は味見をした方がいいですか？ぜひお願いします。ね、皆さんは残念ながらリアクションをハートマークとかいただいてます。ありがとうございます。嬉しいですね。はい。ね、味見しとかないとね。すいません、僕だけごめんなさい。生姜ちょっとのせて、お野菜と一緒にね、いきます。うん。皆さんの顔がもう笑顔になってますけど。身がね、柔らかい。これをもう何分も煮てしまうと身が硬くなってしまって美味しくないんですけど、身が柔らかいままです。完璧ですね。ありがとうございます。ありがとうございました。